UEC アロバイカ変調振と空力可変ローラーを活用したマシンです。ジャパンカップジュニアサーキットを2秒切りできる私の最速マシンです。このマシンをもってニコニコ超会議2025で開催される超ルール無料 JCJC タイムアタックへの予選会に挑みました。自己新記録が出ました。グッドです。予選会での順位は3位でした。そしてユーザー投票によってニコニコ超会議での本戦進出が決まりました。投票ありがとうございました。さらなる速さを目指してマシンをアップグレードさせます。まずは予選後の状態でホームコースでのタイムを測ります。1.888 秒がホームでのベストです。会場の方がコースコンディションがいいのでしょう。それでも前回の動画上でのベストよりも速くなっていますよね。コースが掃除したてだからか、あとは一部破損があります。新マシン開発の前にこのマシンを改良します。ローラーを見直します。今のローラーは NSK 製の魔王ローラーとウレタン巻きベアリング公式アルミローラーです。1年ほど使っているローラーになります。ドーン。本戦に向けて NSK マイクロプレシジョンから新品ベアリングをいただきました。ありがとうございます。そして散歩に行きます。ゆとりオイルを買ってきました。なんかすごいやつですね。パーツクリーナーにベアリングドボン、リンシャカシャカ、オイル塗り塗り、回転チェック、スルスルグッドです。ベアリングを乗せ替えます。すべての魔王ローラーとウレタン巻きベアリングを交換しました。先ほどと同じくフル充電です。本当に速くなるのかしら。1.79 ミリ秒、自己ベストです。マジか。ホームコースでの比較では 0.096 秒の短縮です。ここまで変わるとは。そして速くなってもフットバナスになのもすごい。スロー。まだまだコースアウトする気配がありません。いいマシンです。それでは新マシン開発へレッツゴー。マシンコンセプトはより軽く、より変調振にです。 UEC アロバイカーはいないと重かったです。 40g 握りを目指します。いきなし目標高すぎ。 30g 握りよりはマシです。これは走行性能が終わっていたので軽量化への再挑戦です。加えて重心ももっと左側に寄せます。この2点が開発目標です。もちろん自己新記録を出す走行性能もです。製作に進みます。目標達成のキーとなるのがブラシレスモーターです。高効率なため軽くてハイパワーです。しかしこれ単体では動きません。制御回路が必要です。制御モジュールを作りました。マイコン、DC-DC コンバッタ、ESC、そしてコンデンサー、コンパクトかつ最小構成で収めました。軽量化のため基板ではなく空中配線で済ませました。動作チェック。グッドです。バッテリーのより小型なものを買いました。いつものより短くて軽いです。連装が終わったのでモデリングに進みます。試作シャーシ1号です。これはペンですか？シャーシです。ローラーステーと別体にしました。一体の方が強度も重量もいいと思いますが、こうするためです。いきなしどしたし。変調振シャーシはその変調振という構造ゆえローラーステーが長くなるので壊れやすいです。前回はその対策で割れにくい素材を使いましたよね。実はこれでも耐えきれなかったです。予選会の第1走目で素手キャッチをしてしまいました。キャッチというより激突です。これでスキットローラー部が折れました。直すにはシャーシ全体の乗せ替えが必要になるので大変です。そこで逆転の発想で交換可能なローラーステーを折れやすくすることでシャーシへのダメージを軽減させます。さらにローラーステーを中空にできるのでマシン右側の重量が抑えられます。変調振シャーシは左を重く右を軽くする必要がありますからね。もう一点良いことがあります。折れやすくていいので縦置きで印刷できます。印刷方向の影響で可変ローラーのスライド部の精度が向上します。天井部のダレがなくなるということですか？試作シャーシ2号です。ローラーステーはクリアオレンジペット G フィラメント、シャーシはカーボン配合ペット G フィラメントです。これでかっこよさが向上します。試作シャーシ3号です。可変ローラーの動きを確認します。積層方向のミスマッチでギロのようになっています。これは簡単に修正できます。それよりもふと気になったことがあります。可変ローラーなくてもいけるのでは？なくせれば軽量化と変調進化が進みます。 UEC アロバイカーで検証します。ゴムをかけます。
簡易的な固定ローラーになりました。影響としてはローラー幅が狭くなるので LC で引っかかりにくくなってコースアウトしやすくなります。さすがに無理かな。5、コースアウトしません。幅広用のローラーセッティングのままでも安定して走ってる。しかも余裕の2秒切りです。マジで化け物シャーシを作ってしまったようです。スロー。レーンチェンジ上りでは右側のローラーのみで上向きの吹っ飛び力を抑え込めています。レーンチェンジ下りでマシンの右リアが浮き上がります。さすがに浮きますか。右上がりの姿勢では壁に当たるローラーが左右どちらもツルツルのマオローラーになります。普通なら外側にまくられてコースアウトです。しかし重心をコース外側に寄せているのでまくりに耐えます。これぞ変調心シャーシです。イーズアロパーツ。タイムの低下は浮き上がりの時間が長くなってタイヤの設置時間が短くなったことと、片リンク銅でまっすぐ走れないためでしょう。ストレートで曲がると遅くなるのは3年前のステアリングシャーシで検証していましたね。可変ローラーではローラー幅がコース幅に近いので直進できています。相性良かったのね。両方加味して固定ローラーにしました。コースアウトしない可能性があるので軽量な固定ローラーステーにします。もしコースアウトするようでも可変ローラーステーの交換は容易です。リアステーはガーニーフラットを兼ねています。つまりフラットパネルもまずは外しています。フラットパネルは単体で 3.98g もあります。こちらは可変ローラーを追加してもなおコースアウトするなら取り付けます。徐々に足し算ですね。重量比較。まずはエアロバイカー 19.78g 新シャーシ 11.24g 8.52g も軽くなりました。カーボンノットチョップスティックスにします。カーボンノット固定具を収穫します。カーボンノットでローラーを保持します。ネジ止めと比較 1.11g カーボンノットでの保持 0.18g 接着になるので取り付け取り外しが大変になりますが軽さを重視します。アルミローラーからベアリングを取り出します。 NSK 製520ベアリングを取り付けます。ベアリング乾燥完了です。そして新ローラー光合成テトルクローラーです。 NSK 賞の開発権利でアズパカさんと NSK が共同開発したローラーです。ベアリングが2段で内蔵されていてガタつきが少ないです。スラスト抜けの防止になります。2段ベアリングなのに 1g 未満です。基本的にはゴムリングをつけてコースアウト対策に使えます。アルミのエッジが鋭いです。これだけでもコースに食いつきそう。しかも台形が 11mm、3段アルミローラーとして使うことにします。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。固定します。カーボンノットを差し込みます。固定具を取り付けます。ローラーを取り付けます。固定します。バッテリーを搭載します。制御モジュールを搭載します。モーターケーブルを接続します。ローラーステにカーボンノットを差し込みます。固定具を取り付けます。ローラーを取り付けます。スキットローラーを取り付けます。リアローラーステを取り付けます。フロントローラーステを取り付けます。できました。超軽量超変調新シャーシ。マシン名は UEC エアバイカーです。重量物を極限まで左に寄せています。シャーシはこの細い2輪部です。左上段ローラーはマオローラー、下段は NSK レアリング乾燥アルミローラー、右上段は光合成テトルクローラー、下段は 11mm 樹脂巻きベアリング、スキットローラーは 9mm 樹脂巻きベアリング。多種多様なベアリングをいただいたことでローラーセッティングにかなりの自由度が生まれました。そしてその全てに脱脂とゆとりオイル塗布をしています。重量チェック。36.89g 余裕の 40g 切りです。比較 26.14g の軽量化です。重心チェック。雰囲気ここらへん。動作チェック。スマホでオンオフ切り替えとスピードコントロールができます。サーバー経由のため遅延がたまにあります。それでは走らせましょう。パワー55。接毛部の強度が全く足りませんでした。修正しました。シャーシ側の印刷方向を縦から横にします。若干精度が下がりますがもねにくくなります。ローラーはセッティングが決まるまでネジ止めにします。交換が大変なので光合成テトルクローラーにゴムリングを取り付けます。パワー35。ひとまず完走です。パワー65。2.319 秒。ドーン。右リアローラーが折れました。ローラーステー側が折れるのは期待通りです。ですがこの分割方式かなり悪いです。接続部があることでローラーステーにガタが生まれています。これがあるとマシンを抑え込めないです。ということで
一体にしました。図工。合成も重量も明らかに劣ることが分かったので採用する理由がないです。そして軽くなった分で可変ローラーを追加しました。この三角形のローラーステーが非常に優秀です。まず四角よりも空気抵抗が少ないフォルムです。そして3点なので重量が軽いです。さらに可変ローラーのスライダー部が三角形になっていることで横置き印刷でも天井が垂れることがないです。四角形の時は垂れてボコボコになっていましたね。これにより可変ローラーが少ない型でスルスル動きます。地味ですが革新的発見です。トライアングルステーです。重量チェック。38.30g、1.41g だけの増加で可変ローラーを追加できました。ローラー幅は 114.6mm です。コース幅が 115mm なので少し余裕を持たせつつの幅広です。ウェーブセクションはコース幅が狭くなるので幅広ローラーは通れないですが、可変ローラーによって幅が狭くなるので通過できます。幅広ローラーのためマシンが少しでも傾くと引っかかります。レーンチェンジ上りではこの引っかかりで上方向の吹っ飛びを抑えます。下りでは逆側に斜めになってツルツルローラーが当たります。そのため引っかかりは弱くコース外側にまくられやすくなります。このまくりを変調芯で抑えます。これが変調芯シャーシのローラーセッティングです。パワー65。あれ、タイマーが。クリアフィラメントにしたことでセンサーの光を透過しています。タイマーの感度調整をしました。5。1.997 秒、安定して走行しています。グッドです。次はフルパワー。壊れました。しかも録画ミス。ガーン。壊れたのはコースアウト時ではなくウェーブセクションです。強度を犠牲に軽量化をしすぎたことで数周しか走れないようです。まさにレーシングマシン。ロマンがあってよろしい。シャーシを乗せ替えました。左リア下段ローラーを魔王ローラーにしました。レーンチェンジに余裕がありそうだったので鳥海2本線を想定したスタート位置にします。走行も1周です。フルパワー5。ドーン。もちろん壊れます。走行中にフロントの下段アルミローラーが取れてコースアウトしました。速くなるでしょう。3倍。フルパワー5。おっそ。あれ、モーターへの配線が断線していました。直しました。フルパワー5。ドーン。スロー。リアがすっぽ抜けました。下段はアルミローラー必須のようです。壊れました。グッドです。シャーシを乗せ替えすぎてついに頭が。壊れたのが可変ローラー部なのでここだけの交換で済みます。リア下段をアルミローラーに戻しました。フルパワー5。1.665 秒。きたー。ついに 1.6 秒台。スロー。リアが浮き上がりますが耐えます。スピードが乗っても同様です。グッドです。マシンを仕上げます。これが本線走行マシン UEC エアバイカー NSK カスタムです。最後に重量チェック。37.98g。よし、行ってきます。本線は概要欄の公式アーカイブから会員登録なしで見られます。庭からの走行タイムテーブルはこちらです。コースの中には魔物が住んでいました。それではまた、のし。